聖クルアーン以外に、イスラームの真実性を示す証拠はあるか。聖クルアーンと並び、預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれの、生涯、シーラ、そのものが、イスラームの真実性を証明する偉大かつ独立した証拠です。いかなる国や宗教に属していても、理知的な人間がムハンマドの生涯を直視すれば、彼が偉大な預言者であることを悟るはずです。彼の生涯は、人類史上、最も完全で、最も信頼に足る、最も偉大な記録なのです。歴史上、最も詳細で、完全な伝記。これほど詳細に、青年期から老年に至るまで、定住時も旅先も、生活の隅々までが記録された人物は他に存在しません。私たちは自分自身の20年前の日常の詳細さえ思い出せませんが、イスラームの学者イブン・ハズムは、預言者の礼拝前の戦場、ウドゥーの方法だけで数百ページもの記述を残しました。サハーバ仲間たちは、彼が礼拝中に一度咳をしたことさえ記録しています。預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれは咳込まれたため、そのままルクー礼拝の姿勢に入られた。最も、信頼できる伝記。彼の生涯は、嘘を極端に嫌い、誠実さを何よりも重んじたサハーバたちによって語り継がれました。彼らは預言者について嘘をつくことが、他の誰について嘘をつくことよりも重罪であることを知っていました。私について意図的に嘘をつく者は、地獄の中に自分の席を覚悟せよ。彼らは預言者の言葉の一字一句を正確に守ることに心血を注ぎました。人類史上、最も偉大な人格。彼は、偉大な指導者であり、夫であり、父であり、教育者であり、模範であり、崇拝者でした。物理学者マイケル・ハート、ユダヤ系はその著書でこう述べています。世界で最も影響力のあった人物のリストの筆頭にムハンマドを選んだことは、読者を驚かせるかもしれないが、彼はまさに人類史上、最も影響力のある人物なのだ。彼は孤児として生まれ、貧困と恐怖を経験し、愛する人々が目の前で亡くなる悲しみを知っていました。不信仰者たちからは3年間にわたる社会的な封鎖、飢餓を受け、金銭や地位による誘惑、さらには暗殺の企てにも何度も遭いました。しかし、彼はそれらの誘惑に屈することなく、忍耐と不屈の精神で唯一真への道を解き続けました。最も近くにいた人々の証言。驚くべきことに、彼の真実を最初に信じたのは、彼の、子と、私のすべてを知り尽くした人々でした。妻のハディージャ、親友のアブー・バクル、養子のザイド、そして幼少期から共に過ごしたいとこのアリー。彼らは奇跡を目にする前から、彼の人格と誠実さを知っていたがゆえに入信したのです。アッラーは不信仰者たちに対し、預言者の言葉としてこう告げられました。私はこれ、啓示以前に、あなた方の間で一生、40年を過ごしたではないか。あなた方は理解できないのか。ユーヌス書16節。つまり、あなた方はこの男をずっと見てきたではないか。彼の誠実さ、知性、徳の高さを知っているではないか、と問いかけているのです。結論、アルク・クルアーン。預言者の生涯を深く見つめることは、イスラームが真実であることを知るための独立した道です。妻のアイシャが語ったように、彼の性格、道徳は、クルアーンそのものであり、彼は神の言葉を地上で体現した存在でした。ジャヒリーや、無名時代のアラビア社会とその倫理的欠如。預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれが使わされた当時の環境がいかに過酷であったかを知るには、聖クルアーンの次の言葉を読むだけで十分でしょう。無知ゆえに、愚かにも自分の子供を殺した者たちは、真に破滅したのである。アルアン・アーム書140節。この一節は、当時の社会を象徴しています。彼らは自らの子供を殺害していたのです。1、暴力、放蕩、そしてギャンブル。当時のアラブ社会では、些細な理由で何十年も続く戦争が勃発していました。また、酒に溺れる文化が浸透しており、詩の冒頭は常に酒を称える言葉で飾られていました。ジャヒリーヤ時代のアラブ人にとって、商売とは、実質的に、酒の交易を意味していたほどです。賭け事、マイシルもあらゆる事柄に及びました。カターダの伝承によれば、当時の男は自分の家族や財産をかけて勝負し、負ければ全てを奪われ、一文なし、ハリーブで立ち尽くすことも珍しくありませんでした。2、経済的搾取と性の乱れ。高利貸し、リバは経済の根幹に根付いており、借金の返済が遅れるたびに利息は倍々に膨れ上がりました。また、淫行、不倫や乱行が極めて蔓延していました。
3英治殺し、生き埋めの悲劇。子供の生き埋めワードは、あらゆる部族で行われていました。肌の黒い子が生まれたことを不吉として埋める者もいれば、将来の恥を恐れて娘を埋める者もいました。これについてアッターはこう描写されています。彼らの一人に娘の誕生が報じられると、その顔はどす黒く沈み、怒りに震える。報じられたことの悪さから、人々から身を隠し、屈辱に耐えて、娘を生かしておくか、それとも土の中に埋めてしまうかを思い悩む。見よ、彼らの下す判断こそ、いかに悪質であることか。アンナフル章58から59節。さあさあ、ブン・ナージアは、私はイスラームが来るまでに、300人の娘を買い取って命を救ったと語っています。また、貧困や出費を恐れて子供を殺す者もいれば、息子が10人に達したら1人を犠牲に捧げると誓う者さえいました。これは預言者の祖父アブドゥル・ムッタリブの際にも起きた出来事です。4、偶像崇拝の極致。ミクダード・ブン・アル・アスワドはこう言いました。誓って言うが、預言者は歴代の預言者の中でも最も過酷な時代、すなわち偶像崇拝以上に優れた宗教はないと信じられていた暗黒時代に使わされた。そして、真理と虚偽を分かつ、フルカーン、クルアーンをもたらしたのだ。ラジャー・アルータリディの言葉も、当時の異様さを伝えています。私たちは石を拝んでいた。より良い石を見つければ前の石を捨て、新しい石を拝んだ。もし石が見つからなければ、土を盛り上げ、その上に羊の乳をかけて、その周りを、礼拝として回ったものだ。5、女性の権利の剥奪。女性は家財道具のように相続の対象とされ、特定の食べ物を食べることを禁じられていました。彼らは言った。この家畜の体内にいるものは、我々の男たちだけの特権であり、我々の妻たちには禁じられている。アルアンアーム章139節。ウマル・ブン・アル・ハッターブ。アッターが彼を喜ばれますように、箱を改装しています。アッターが彼女たちに関する啓示を下し、権利を分配されるまで、私たちはジャヒリーヤにおいて女性を人間として数えてさえなかった。幸の到来、銃の戒め。この漆黒の闇のような世界に、イスラームの光が差し込みました。アッターはすべての腐敗、不正、不道徳を正すために経典を下されました。預言者よ、いえ。来なさい。あなた方の主が禁じられたことを告げよう。何者も神に並べ、偶像崇拝してはならない。良心に慈しみを持って接しなさい。貧しさを恐れて自分の子供を殺してはならない。あなた方と彼らに糧を与えるのは我、神である。表面化したものも、隠れたものも、みだらな行為、不道徳に近づいてはならない。正当な理由、法なく、アッターが神聖とした命を殺してはならない。中略、孤児の財産を、守る目的以外で犯してはならない。倫、計りと計量を正義に基づいて守りなさい。発言するときは、たとえ近親者のことであっても公平であれ。アッターとの制約を全うしなさい。これ、イスラームこそが、我の正しい道である。これに従い、他の道に従ってはならない。アルアンアーム章151から153節要約。これら中の戒めこそが、あらゆる善の特質を集約した、暗黒を打ち破る指針となったのです。イスラームは、女性や弱者が虐げられていた暗黒時代に、光として降臨しました。聖クルアーンは、次のように宣言しています。自らの利益のために、召使いたちに売春を強いてはならない。アンヌール章33節。また、夫婦の権利の平等についてもこう述べられています。女性には、正当な、権利と義務のバランスにおいて、男性が彼女たちに対して持つ権利と同様の権利がある。アルバカラ章228節。さらに、当時認められていなかった女性の相続権についても、明確な法を定めました。両親や近親者が残したものに対し、男性には憤慨があり、また女性にも憤慨がある。それが少なくても多くても、定められた義務の憤慨である。アンニサー章7節。このように、イスラームは男性だけでなく女性にも独立した相続権を与えたのです。神のお前における平等。アッターは、信仰と善行において男女を区別されません。イスラームに帰依する男女、信仰する男女、従順な男女、正直な男女、忍耐強い男女、謙虚な男女、施しをする男女、断食する男女、締結を守る男女、アッターを常に念じる男女。アッターは彼らのために、許しと偉大な報奨を用意されている。アルアハザーブ章35節。私は、あなた方のうちの誰の働きも無にすることはない。それが男性であれ女性であれ。あなた方は互いに、
同じ人間という源から出た仲間なのだから。イムラーン章195節。預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれもこう仰いました。女性は、男性の片割れ、対等なパートナーである。孤児の保護と公正。当時、孤児の少女はその財産を狙う後見人によって無理やり結婚させられ、婚子、マフルも支払われないという不当な扱いを受けていました。これに対し、アッラーはこう警告されました。もし、孤児の少女に対して公正に振る舞えないと恐れるならば、彼女には手を出さず、あなた方の気に入った他の女性と、2人、3人、あるいは4人と結婚しなさい。だが、もし、複数の妻を平等に扱えないと恐れるならば、1人だけにせよ。アンニサー章3節。これは、孤児の権利を守れないのなら、彼女を解放し、彼女を大切にしてくれる他の者に委ねなさい、という厳格な倫理規定です。ジャーファル・ブン・アブー・ターリブの演説。イスラームが何を変えたのか。アビシニア、現在のエチオピアのナジャーシー王の前で、預言者のいとこジャーファルが語った言葉にそのすべてが凝縮されています。王よ。私たちはかつて無知、ジャヒリーヤのとでした。偶像を拝み、死肉を食べ、みだらな行いにふけり、血縁を断ち、近隣をないがしろにし、強者が弱者を食い物にしていました。そんな中、神は私たちの中から、その家柄、誠実さ、信頼、締結さを私たちが熟知している預言者を使わされました。彼は私たちを神の唯一性、タウヒードへと招き、石や偶像の崇拝を捨てさせました。彼は私たちにこう命じました。正直に話し、預かったものを返し、親族を大切にし、隣人に親切にし、禁じられた行為や殺生を慎みなさいと。また、不道徳なこと、嘘、孤児の財産を横領すること、低潔な女性を中傷することを禁じられました。私たちは彼を信じ、アッラーのみを崇拝するようになりました。しかし、それゆえに同胞から激しい迫害を受け、信仰を捨てさせようと拷問されたのです。それゆえ、私たちはあなたの国へと逃れてきたのです。結論、世界を変えた普遍的な法。イスラームは単なる宗教儀礼ではなく、人々の心情、行動、道徳、そして社会全体の仕組みを改善するために来ました。女性、孤児、子供を敬い、動物や植物の権利さえも守る。イスラームは世界のすべてを正しい姿に戻すために降臨したのです。かつてアラブの人々は、この教えが世界を席巻するという預言者の言葉を鼻で笑いました。しかし、イスラームは実際に世界の小王国を開き、唯一神の教えを東から西まで広めました。人類の歴史において、これほど完成され、偉大な規範、ナームースが世界を訪れたことは、後にも先にもありません。